Tokyo Music Radar 今夜のゲストはオーサムシティクラブのあたきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分初めましてではあると思うんですけれども。そうなんですってね。僕もはい、なんかお会いしたことあるのかなって勝手に思ってたんですよ。どうしよう、実はそうだったらすごく大失礼な。いやお互い気づいてないんで大丈夫でしょう。でもスタジオコーストで、オーサムシティクラブの皆さんがライブされた時にグループナギーレンのグループで行かせていただいて、あと私たちアウトサイダーという楽曲をカバーさせていただいて、存じ上げてます。ありがとうございます。めちゃめちゃ僕らも勝手にチェックしてました。カバーしてくれてるよみたいな。ありがとうございます。はい、ちょっとそんなあたぎさんと今日はお会いできるということですごく楽しみにしていたので、2週にわたっていろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず何より早速ですね、オーサムシティクラブはなんと今年でデビュー10周年ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。しかも今日デビュー記念日なんですね。らしいです。僕もねあんまり疎くて何日に出したかなっていうのは言われて気づいた。わかりますよ。私もちょっと疎い方なんでもう10周年かみたいな。いや、いかがですか、率直にデビュー10周年というのは。やってる側は当事者としては全く気づかず、気づけば10年みたいな感じで、だけどよくよく考えてみたら共演した方とかお会いした方とかになんか高校の時聞いてましたとかそういうのがちらほら出てきて、そうですよね、あ、10周年ってそういうことだよな確かにみたいな。私も大学生の時に聞かせていただいておりました。いや、でもそうやってねご縁が広がって自分としてもなんか10周年って聞いた時に、10周年だからこうっていうのはないけど、やっぱそういう細々したところでうすす実感が積もってきたなという感じですかね。メンバーの皆さんとお話しされたりとかしますか？どういうことですかそれ。なんていうんですか、まあここまでやってきたねみたいな。なんかメンバーと一切話しないって言われてる。そんなことは思ってないです。皆さんすごい楽しそうな方々なので。でも改めてどうっていう話はしないですけどね。いや、逆にどうですか、そういうのあります？1周年だねとかメンバーと話しますか？いや、私たちもぶっちゃけそんなしないですね。ファンの方々が何周年おめでとうっていうのをつぶやいてくれてるのを見て、やっぱり今日デビュー記念日だったらしいよみたいな話したりとかするので、やっぱり目の前のことをね、ただひたすらやっていると気がついたらっていう感覚ですね。まあでもやっぱり僕らって10周年を何かお祝いとかしようよとか、そういう企画ものってずっと1年ぐらい前からまあ仕込んだりしてるわけなんで、意外とだから改めて10周年だねっていうのもよく考えたらないかもしれないですね。ちょっとその10周年についてはまた後ほど伺うとしてですね、まあもうちょっと今までのこの10年を振り返りたいと思うんですけれども、さまざまなフェスにご出演されたりだとか、レコード大賞で作品賞受賞、あと紅白出演もありました。デビューした頃に想像していたその10年後の未来とその現在っていうのはどうですかね、比べてみると。全然やっぱ違うものになりましたかね。なんかデビュー当初は結構いい意味でも悪い意味でも両方の意味ですごい尖ったことやりたいって思ってたし、それからいつしかなんかこう自分たちの心模様というか変遷があって、みんなに聞かれるようなこう寄り添っていられるような楽曲を作りたいとか、そういった変化があったり、なんか不思議だな、想像もしてなかったなって思いますね。そうなんですね。実際にあたぎさんがそしたらこのデビューからの10年の中で、特に決めにくいかもしれないんですけど、特に印象に残っていることってあったりしますか？逆に言うともしかしたら気がついたら10年だったのかもしれないけど、デビューの時から絶対これは叶えたいと思っていて叶ったものがあったとか。デビューのタイミングみたいなのが一番やっぱり印象的かもしれないですね。なんか今もやりたいことって増え続けてるし、やれることもたくさん増えたけど、もうデビューって自分にとっては人生1回最初っきりじゃないですか。だからなんかすごく感慨深かったですね。親に報告とかしちゃいましたからね。デビューすることになったよって。そうですね。結構デビューまでの期間っていうのはどれくらいだったんですか？僕らは結構早くて、結成してから半年後ぐらいとか
だったかな、デビューのお話が具体的に出たみたいなのはそんぐらいだったかもしれないです。でもやっぱちょっと目まぐるしかったりしなかったですか？目まぐるしかったです。目まぐるしかったですよね、きっとね。普通のバンドはね5年ぐらいかけて、ね、こう地盤をゆっくり固めてってするもんなんで、なんか地盤がないままデビューしちゃったんで、後々まあ苦労することもありましたね。そうなんですね。ありがとうございます。そのまず10年の中で特にやっぱりオーサムシティクラブの知名度を高めた一つに、映画花束みたいな恋をしたのインスパイアソングとしてリリースされた忘れながあると思うんですけれども、これでやっぱりさらに注目度が上がったと思いますが、どんな反響がありましたでしょうか？そうですね、この曲出した時めっちゃ覚えてるんですけど、映画のテイザーっていう予告編みたいなのが流れて、その時まだリリースとかもしてなくて、映像に出てくる音楽だけを聴いてカバーする人が続出しだして、なんだこれみたいなこんなこと今までなかったなみたいなことがあって、なんかこの曲は遠くに飛びそうな気がするというか、遠くに届きそうな気がするみたいな予感がありましたね。確かに出してその自分の声じゃない声でこの曲が演奏されてるっていうのがいっぱい出たっていうことですね。あとは、グループ名とかバンド名とかじゃなくて、こう道端の人にこう顔刺されるとか言ったりするんですけど、何々さんだみたいなのを曲名で言われるみたいな、忘れなの人みたいなすごい。でもそれが曲がね一人歩きした感じなのかな。でもまあ大ヒットしたという何よりの証拠だったりもしますね。そういうね名刺代わりの一曲ができたっていうのはすごいやっぱ嬉しかったですね。実は私ですね、モリシーさん、コーヒーのお店をされてるじゃないですか。森島コーヒー一度行こうとしてでたまたま家族と歩いてて、でそしたら多分モリシーさんがそのお店の外にいらっしゃったのかな。その時に私の家族が忘れなの美香子もカバーしたって言ってちょっとパッとちょっと出てこなかったらしいんですけど、まさにそのような状況でもちょっとねなんていうんですか、印象的な、ヘアスタイルをされていらっしゃるので、そこでパッとなってちょっとそれを今思い出しました。忘れなのってやっぱなるんだなと思って、でもそれヒット曲があるからこそのねことだと思うんですけれども、いやありがたいことですよ本当に。でもそういう意味でいろんな意味で認知されるっていうのは、自分たちにとってもすごく嬉しい出来事でしたね。この曲でだって紅白歌合戦も初出場されましたよね。そうですね。いかがでしたか当時は？紅白出た時は、なんかランスルーみたいなリハーサルとかも含めて、いやちょっともう忙しすぎて覚えてないですね。周辺朝からリハ始まって夜本番やって、でスタジオから国際フォーラムまでマツケンサンバ踊りに移動してみたいな、なんか紅白ならではですねみたいな。そうか、怒涛だったんですね。すごいテレビ音楽番組にもたくさん出演された年でしたよね、特にね。そうですね、それ以外にもとにかくやっぱり曲に関しては歌詞が飛ばなくなりましたね、おかげで結構飛びやすかったりしますか？飛びやすいですよそうなんですね。高木さん飛びやすいんですかね？飛びやすいですあれって適性ありますよね、絶対。あると思います。本当それ向いてないなって思ったりしますちょっと飛びかけた時の何をきっかけに戻そうかっていうところ、私も未だに見つけられずにいますね。そうなんですよ。なかなか感想の間にみたいになる瞬間とかたまにあるので、ちょっとそれはおいおい見つけていきたいなと思うんですけれどもさて今年はデビュー10周年ということで様々な取り組みがあるかと思いますが、現在発表されているのが、10作品連続リリース。すごいですね、これは。そうなんですよね。いや10作品連続リリースって私がここで言って、あたぎさんがどういう反応をされるのかによって、その10作品がもうすでに完成されているのか今ちょっと頭を悩ませている状態なのかをちょっと伺おうと思ってたんですけど当然のようにできてないんですけどまだ全部はだけどこの選曲とかまではできてて、やっぱ細かな作り込みとかがまだ全然できてないので、
大変なんですよねどのタイミングでこの10作品やっていこうって決めたんですか？なんか10周年なんかやりたいよねっていうのと、はい、どんなことしたらファンの方に喜んでもらえるかなみたいな、企画会議とかやってたんですが、それで結構思いつきで10周年だし10作品やりますかみたいな。でおっしゃったのは、いや僕なんですけどいやその時はもうほんと軽はずみというか、軽いノリで言ったんですけど、後々ねなんかスタッフの人がマジっすかみたいなテンションだけどなんとかなるだろうと思ってたらなかなかハードな。大変ですね。そうですね。でもそういうことでもないとなんか自分のこうお尻に火がつかないというかっていうのもあるし、楽しそうだからもうやっちゃおうみたいなのが上回った感じです。すいません。結構その曲の種はもうすでに10個ありますね。あるんですね。あります。結構ストック普段からされていらっしゃいますか？いやそれが僕全然ストックしないタイプなんですけど、新譜を作る時に勝手に溜まっていくんですよね。素晴らしいです。つどつどボツになったアイデアみたいなのも含めて、これはいいけどいつかまたみたいなのがタイミングありますものね。いっぱいあって、そういうのも中には使わせてもらったり誰に向かって言ってね使ったりとかいうのもありましたけどね。これはちなみにどれくらいのスパンでリリースしていくかというのはまだ決まってないんですけど、この10周年以内に、基本的にはリリースしなきゃとは思ってるんで、1年間ですよね。来年の4月まで。そうですね。ありがとうございます。意外と時間あるようで年10曲って結構ハードですもんね。あっという間かもしれないですね。しかも4月ね11日にはライブも控えてますし、そうですよ。なかなか同時進行なことが多そうな。その中で、10作品連続リリースの第1弾となる新曲ステップが、本日4月8日火曜日に配信リリースとなりました。おめでとうございます。こちらどんな曲でしょうか？これはですね、自分たちの10周年をお祝いするような、曲にしたいなということで、まずノリが良い曲を作りたかったのが一つと、あとはなんか人とのコミュニケーションみたいなのを自分たちは常にやっぱり曲にしてきているので、なんか自分たちらしさってなんだろうってなった時に、この10年一緒にいた相手と今どんな感じの距離感なのとか、どんな温度っていう時に、なんかトムとジェリーが浮かんできて、こう仲良く喧嘩しなみたいな、あるじゃないですか。で喧嘩するほど仲がいいっていう言葉もあったりするけど、実際そんな喧嘩ばっかりしてるわけじゃないですけど、こう年数重ねてそういう関係でもいいじゃんというか、なんていうのかな、仲良しっていうちょっと言葉にしづらいですけど、結局相手に対する信頼とかリスペクトってなんかどんどん10年経つとこうやって雑になっていくんだなみたいなわかります。なんかその空気感が大事なんですけど、そういうのを曲にしたいなと思って、なんで喧嘩してる男女の歌みたいなのに しましたね。じゃあ割とその発端というか、そのメンバーそれぞれがお互いに感じていることみたいなエッセンスが入っているっていうというよりは本当心の距離感ですよね。なんか本人たちだけが気づいてない仲の良さとか、ベタベタじゃなくて、もっと自分たちの心地いい距離とか、心地よい温度とか出てきたねっていう、すごくポジティブな意味でそういう曲を作ってみたいなと思って作りましたね。これは作詞は私がやりました。全部。そうなんですね。いやもう実は聞かせていただいたんですけど、ありがとうございます。すごく軽快だけど、結構リズムがかっこいいというか、割とThe Emotions の Best of My Love もちょっと浮かんだりして、まさにめちゃくちゃモータウンサウンドにしたいなって言って作った曲ですね。なんか本当にさっき厚木さんがおっしゃったように、これから10周年始まるぞっていう、そのワクワク感を感じさせるような軽快な、リズムと
そのスイングな感じというか、スイングな感じをすごく感じてですね、なんかファンの人たちはすごいワクワクするんじゃないかなと思って嬉しいです伺っておりました。すごく素敵でした。なかなかオーサムの曲の中でも割とここまでモータウンチックというかそうですね、のってなかったですね。そうですよね。かなり今回踏み切った感じで作りましたね。なんていうんですかね、僕レキシさんと一回、はい、一緒に曲を出させていただいたことがあるんですけど、なんか感じやっぱやりたいなと思ったんですよね。そうなんですね。なんかレキシさんが僕と一緒にフィーチャリングするっていうので作ってくださった曲も、はい、なんかオーサムっぽい曲をと思って作ったんだよって言ってくれたのが、意外に結構デフォルメされたソウルファンクみたいなぐらいコテコテだったから、なんかそういうデフォルメされたコテコテさもやってみたいなとはずっと思ってて、ようやくこういう形でできたなっていう。今までのオーサムと皆さんを感じつつも、新しいまたなんか扉が開く感じというか、そうですね、そう思ってもらえたら、それをすごく感じました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ですね、うちのプロデューサーがですね、10作連続になりますが、イメージは10作聞くとアルバム1枚を聞いたような印象になるグランドデザインがあったりするのかっていう風に書いてますね。気になってるってこれどういう意味ですか？結局その 10曲もリリースすると、1枚のアルバム作れるくらいのボリュームではあるじゃないですか。その10曲トータルで見た時にまた一つの作品っていう風に、なんかそういう計算の仕方をしているのかなっていう。そうですね、今回10作作る中で、1個大きなテーマを作ってて、それが自分たちにとっての祝祭感っていうのが大きなテーマなんですけど、そういったいろんな角度から祝祭感とかを突き詰めた10曲になるんじゃないかなと思ってますね。すごく楽しみですね。ありがとうございます。そして、デビュー10周年を記念したライブも、今週末あるということで、4月11日金曜日、恵比寿のリキッドルームにて Awesome Talks Cheers to 10ですね、対バンはメイヨーとフレデリックということですが、こちらはどんなライブになりそうでしょうか？まずは温故知新じゃないですけど、自分たちのなんか活動の源泉みたいなものを集めたライブにしたいと思ってて、メイヨー君もフレデリックの皆さんも結構仲良くしてもらったりとか、個人的に仲良しなんですね、平たく言うと、な人たちを集めて、リキッドルームっていうのも僕らがすごい大好きだし、もともと出たかったって言ってた箱で、そこでキックオフイベントやりたいなということで、自分たちもそうだし、皆さん聞いてくださる方も10周年ってすごいお祝いムードだと思うんで、それに乗っかろうという感じです。素敵ですね、いいですね。じゃあ4月11日、詳しくはまた改めて、オーサムシティクラブのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。皆さんよろしくお願いします。